ミニスカートの女子高生には道を譲ります。大変です。あれ何なんすかね。ちょっとずつ年を重ねるにつれてミニスカートの女子高生がちょっと怖くなってくるんですよね。まあないとは思いますけど、なんか親父狩りに合いそうみたいなっていう無駄話は置いといて、多分僕動画が1週間以上空いちゃったと思うんですよ。いや本当に申し訳ないなと思いながらですね、何があったかというと、ずっと放置してた親知らずのですね、治療に専念しようと思いまして、重い腰を上げたんです。そしたら食べ物が食べられなくなりまして1週間ぐらいかな。まあ一応今も治療段階ではあるんですけど、ある程度噛めるようになってきましたんで、ようやく再開って感じですかね。で、ご飯が食べれない間、ずっと食べたいもんがあったんですよ。もつ鍋。最近だいぶ冷え込んできたんで、もうあったかいものが食べたいんですよね。っていうわけで今日はもつ鍋です。で、ベースとしては、一番スタンダードな、今日は醤油ベースにしようと思います。で、あらかじめ言っておきたいのが、よく関東とかでもつ鍋に明太子が乗ってくることってあると思うんですよ。ただ僕の認識の中では、福岡のもつ鍋には明太子は乗ってないんですよね。なので今回の具材もすごくシンプルに、もつとキャベツとごぼう、もやし、ニラぐらい。もうすごくスタンダードにいこうかなと思います。ものすごく簡単なので、多分今回調理編は結構短くなるかなとも思いますけど、これから冬本番にかけて、もし参考にしてもらえたらすごく嬉しいです。では今日も作っていきましょう。これで1番だしと2番だしですね。普通この1番だしをお吸い物とかに使って、こっちは煮物とかに使ったりするんですけど、もう今日はこの2個を合わせて、もつ鍋用のだしにしようと思います。こちらが今回使っていくもつですね。今回部位としては島町を用意しました。で、これからこれの臭み取りをしていくんですけど、ほんといっぱい種類があるんですよ。一回下茹でしたりとか、塩で揉んで小麦粉とか、牛乳とか。ただ今回は僕の思う一番簡単で洗い物が少ない方法でいこうと思います。では30分経ちましたので、もつの下処理の続きをしていきます。
では鍋を仕上げていきます。はい、これで博多名物もつ鍋の出来上がりです。というわけで無事に完成しました。もつ鍋。いやーもう部屋中にニラのいい香りがしますね。ニラともつの香りとたまらんね。福岡って感じがしますね。で、今回入りきらなかった分のキャベツとか、あとごぼうとかニラとかもやしとかもつとか、そこら辺も一緒に用意しながら、ちゃんと締めも用意してあります。いやー、何気に今季初かな、自分で作るのはもつ鍋。で、今回のもつ鍋に合わせて、1人前卓上コンロを買っちゃいました。で、ちなみに今ここに入ってる分で、このなみなみでなんかこれ 5.2 キロ入るらしいんですよ。5.2 リッター。だからこんなんとか全部合わせたら、これ7キロ超えるんちゃうかなと思いながら、ちょっと不安なんですけどね。じゃあ、では食べていこうと思います。わ、楽しみ。いただきます。じゃあ、では恒例のやついきます。うまっ。これうまっ。これうまい。びっくりした今。いや、先日の誕生日の日に、事務所にいろんなお荷物をいただきまして、そのうちの1本がこれやったんですよ。1本っていうかこのパックやったんですけど、いや、びっくりしちゃう。うまっ。これすげえ。ちょっと後でこれ調べよう。じゃあ食べていきますか。めっちゃいい香りする。あれかな、ニンニクとごぼうの香りとかもいろんな香りがするもんね、もつ鍋ってね。うわ、やば、バリうまそう。これ見えるかなこれ。これわかるかなこのプルプル具合わかるかな。うめえ。ね、あんな簡単な、下処理というか臭み抜きしかしてないですけど、全然臭くないですもんね。やっぱ生のもつっていいっすよね。解凍とかじゃなく。柔らかいね。もう脂肪がプルプルですもんね。なんかすごく変態チックな表現かもしれないですけど、なんか膝枕してもらいたいぐらいプルプルって感じ。やっぱごぼう合う。なんかもつ鍋のレシピによってはこのごぼうが入ってないレシピもいっぱいあるんですよ。ただごぼうともつ鍋めちゃくちゃ合うと思うんですよね、僕個人的に。ぜひ入れてほしいって感じですね。で、キャベツは安定の美味しさ。ヨースッチョ。もつの油というか、ヨースッチョ。うまっ。もうこれ間違いなくあれだわ。ビールとの相性もうチキン南蛮より確実に上ですね。そこら辺の安い居酒屋さんって言ってもなんか失礼かもしれんけど、なんか下手なものを出してるところのものより全然美味しい気がする、こっちの方が。やっぱ生のもつってうまいんですよね、それだけで。もつ鍋の出汁というか、このスープって、ほとんどもつの油の甘さで決まりますもんね。美味しいかどうかって。だけど生のもつが手に入らんときは僕基本的にもつ鍋しないですもんね。解凍とかボイルしたやつとかは。あんまり僕得意じゃないんですよね。
ああ、もうほんともつ鍋最高。いや、もうほんと福岡生まれてよかった。なんで、冒頭にもお話ししたんですけど、僕のイメージの中のもつ鍋って明太子が入ってないんですよ。だから僕これまで明太子入れたことないんですけど、明太子入りって美味しいんですか？まあ美味しいんでしょうね。美味しいから人気なんですもんね。あ、ですよね。すいませんでした。でも一回食べてみたいというか、作ってはみたいんですけどね。今度してみようかな。明太子入り。うわー、暑かった。あー、うまっ。あー、うまっ。あかん、これ何回飲んでも美味しさになれないんですけど。あー、でもこれあれでしょうね。鍋パーとかやってさ、なんか友達とかいっぱい集まって、ね、こんなんやったらまあ面白いでしょうね。ビールずらー並べたりとかしながら。うわー、絶対楽しかろうや。なんか鍋パしたいな。あ、友達がおらんのやった。ああ。まあでも美味しいものは美味しいですもんね。一人でも。うん、キャベツがうまい。っていうわけで、あともうほぼもつだけになっちゃったので、一旦野菜を補充します。うん、まだキャベツの芯のところはまだ生でしたね。ちょっと思ったのが、僕自身がすごいごぼうが好きなので、ごぼうを山ほど今用意してあるんですよ。で、山ほど今入れてるんですよ。やっぱごぼう香りが強いですね。もつ鍋のスープ自体の味を変えちゃいますね。ちょっとごぼう欲張りつきたかなって感じはありますけど、なんか谷崎好みのもつ鍋に変わりました。でもやっぱごぼうはうまいね。いやでも本当あれですよね。この寒い時期にこのあったかいもつ鍋とキンキンのビール、最高の組み合わせじゃないですか。いやーうまいわ。ガチでうまいわ。多分今回で12、3人前くらい多分作ってるんですよね、もつ鍋を。で、今回のかかった費用というかコストがですね、だいたい5000円ぐらいですかね。やっぱ生のもつを使う分少し値段的に高くなっちゃいますけど、それに見合うだけの価値はあるかなっていう鍋ですね。じゃあもういいかな。あーいいね。余ってたニンニク全投下したんですよ。その結果ですね、部屋中がニンニクの香り。あー多分これ3日は取れんな。でこれが食べ終わったら次は締めですね。うん。あ、今回はちゃんとキャベツの芯も冷凍ですね。やっぱうまいな、キャベツの芯。甘いね。
おー、ニンニク。すっごく精がつきそう、これ。うわ、でも明日、明後日誰にも会いたくないね。他人やん、口臭って言われてるもんね。じゃあ、では、締め、参りますか。もうこんなん絶対美味しいやつ。やっぱ締めはちゃんぽんで限りますね、もつ鍋はね。うまっ。甘いね。もつの脂が甘いね。うまいね。おう。福岡に生まれてよかった。じゃあでは残りの最後の締め、ラストスパートでいきますか。じゃあラストスパート。いや、なんかね、炊き出しっていう言葉はニュアンス的に違うかもしれないですけど、このちゃんぽん皆さんに一杯ずつもうぜひお分けしたいと思うぐらいマジで美味しい。ちょっと足りんかった。お疲れ様でした。やっぱこの時期のもつ鍋はいいですね。もう今ね、これでも暑いぐらい今体がほてっとんすよ。これが今酔っ払ってるのか、もつ鍋のぬくもりなんかわかりませんけど、でも今体ポッカポカですね。で、今回の総調理時間としてもそんなに長くないんですよね。パパッとできるんですよね。で、使う具材としてもそんなに多いわけではないので、多分4、5人前とかであれば1000円から2000円の間かなとは思うんですけどね。そんなに高くないですね。いやー、それにしてもうまかった。復帰一発目がこのもつ鍋でよかったっていう感じですかね。まあちょっと今回の動画が1週間以上ちょっと投稿頻度が下がってしまったので、またこれから12月も動画を上げていければなと思います。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。